静かなる証言者。第1章、最後の電話。深夜0時を回った法医学研究室。青木誠は机に散らばる資料の間から顔を上げ、こめかみを押さえた。42歳になった今年から長時間のデスクワークが途端に応えるようになった。しかし明日の講義資料はまだ半分も完成していない。窓の外では雨が静かに降り続いていた。もう少しだけ、青木はそうつぶやいて再び資料に目を落とした瞬間、机の上で携帯電話が鳴り始めた。画面に表示された名前に彼は思わず眉を潜めた。健太郎、こんな時間に？親友である佐藤健太郎は彼と同じ医科大学出身だが、青木が法医学の道を選んだのに対し、西洋総合病院の外科医として働いている。普段なら夜勤でもない限りこんな時間に電話をかけてくることはない。もしもし、健太郎？どうした？受話器の向こうから聞こえた息遣いは明らかに慌ただしかった。誠、聞いてくれ。時間がない。健太郎の声は普段の朗らかさを失い、切迫感に満ちていた。背後には何かが倒れる音、髪をめくる音が混じっている。何があった？病院でのことだ。木戸教授の手術ミスだけじゃなかった。もっと深い組織的な問題がある。証拠も揃った。青木は身を乗り出した。健太郎が木戸教授の手術に疑問を持っていることは先月の飲み会で聞いていた。だがそれ以上の問題があるとはどういうことだ？詳しく話せ。今は無理だ。明日全部渡す。書類を。電話の向こうで突然ドアが開く音がした。誰かが来た。とにかく明日の朝9時、いつもの喫茶店で待っていてくれ。誠、覚えておいてくれ。真実を守るには時に命を懸けなければ。健太郎の声が途切れたのは話が終わる前だった。その後に続いたのは何かが床に落ちる鈍い音と遠ざかっていくような足音。そして通話は切れた。健太郎、おい、健太郎。青木は何度もリダイヤルを試みたが電話はつながらなかった。不安に駆られた彼は健太郎のアパートに向かおうと立ち上がったが、健太郎自身が明日会うと言っていた。深夜に押しかけて大事な証拠を危険にさらすわけにはいかない。青木は再び席に着き、落ち着かない気持ちを抑えながら朝を待つことにした。しかし翌朝の待ち合わせに健太郎が現れることはなかった。青木が研究室に戻ると警察からの着信が入っていた。西欧総合病院の研修医室で佐藤健太郎の遺体が発見されたという。死因は睡眠薬の過剰摂取による自殺とみられている。そう告げる刑事の言葉に青木は激しい違和感を覚えた。昨夜の電話、切れた瞬間の不自然さ、そして真実を守るには時に命を懸けなければという途切れた言葉。青木は警察に向かいながら心に誓った。真実を明らかにするぞ。健太郎、お前が命を懸けてまで守ろうとしたものを。第2章、疑わしき死。青木は大学病院の法医解剖室で無言のまま健太郎の遺体と向き合っていた。青木先生、検視を始めますか？助手の言葉に青木はようやく我に返った。
親友の遺体を前に法医学者としての冷静さを保つことがこれほど難しいとは思わなかった。深く息を吸い込み、ゴム手袋をピシャリと手首で弾いた。始めよう。警察からの報告書によれば、健太郎は研修医室のソファーで睡眠薬の空き瓶を傍らに発見された。自殺を示唆する遺書は見つかっていないが、最近健太郎が同僚に疲労感を訴えていたという証言があるという。青木は丁寧に検視を進めながら、頭の中で昨夜の電話内容を反芻していた。健太郎は明確に証拠を渡すと言っていた。自ら命を絶つ人間の言葉ではない。おかしい。青木は健太郎の腕の傷跡を注視した。注射痕は確かにある。だが自分で打ったにしては角度が不自然だった。検視を終え記録を取りながら、青木は健太郎との思い出に浸った。二人は医学部の同級生で、卒業後も親交を深めてきた。青木が法医学という特殊な道を選んだ時、誰よりも理解を示してくれたのは健太郎だった。誠は死者の声を聞く仕事だ。俺は生きている患者を救う。同じ医者として違う場所で頑張ろう。そう言って笑った健太郎の表情が今も鮮明によみがえる。西洋総合病院は市内有数の大病院だ。最新の医療設備と優秀な医師陣を誇り、特に外科部長の木戸教授は全国的にも名高い心臓外科医だった。健太郎はその下で働き始めて3年目、医師としての評価も高く、患者からの信頼も厚かった。佐藤先生が自殺？信じられません。青木が西欧病院を訪れると、そんな声が各所から聞こえてきた。健太郎の机には患者からの感謝の手紙が積まれ、同僚たちも口々に彼の誠実さを語った。だが、木戸教授と病院長は多忙を理由に面会を断ってきた。検視報告書を作成しながら、青木の疑念は深まるばかりだった。睡眠薬の量は確かに致死量だが、健太郎の胃からは微量のアルコールも検出された。健太郎はほとんど飲酒をしない。薬と酒を同時に摂取するとは考えにくい。青木先生、警察から連絡です。事務員が差し出した電話の向こうには、捜査を担当する佐々木刑事がいた。解剖結果に異議はありません。死因は睡眠薬の過剰摂取による中枢神経抑制で間違いないでしょう。事件性は低いと判断しました。その言葉に青木は反論しかけたが、佐々木刑事は続けた。ただ、佐藤先生のアパートからあなた宛ての封筒が見つかりました。明日受け取りに来ていただけますか？青木は思わず電話を握りしめた。健太郎が残したもの、それが昨夜の電話で言及された証拠かもしれない。必ず伺います。電話を切った青木は再び健太郎の遺体に向き合った。必ず真相を明らかにする。それが医者として、そして友人としての私の責務だ。窓から差し込む夕日が解剖台の上の健太郎の顔を橙色に染めていた。まるで何かを懇願するような、そんな表情に見えた。第3章、捨てられた告発状。警察署での手続きは予想以上に長引いた。佐々木刑事は何度も健太郎との関係を尋ね、青木の職業を知るとさらに詳しく追及してきた。あなたのような法医学者が関わると
単純な自殺事件が複雑化することがあるんでね。佐々木の言葉に青木は苦い笑みを浮かべた。彼の経験上、単純な自殺事件こそ最も複雑なものだった。章出てからも青木の心は重かった。健太郎からの封筒には予想に反して誕生日カードと写真が数枚入っているだけだった。証拠と呼べるものは何もなかった。ただ一つ気になったのはカードに添えられた短いメッセージ。誠、すまない。大きなことになりそうだ。部屋の本を整理してくれるか。その言葉に導かれ、青木は健太郎のアパートに向かった。簡易的な封印テープが貼られているだけのドアを解除し、中に入る。それは典型的な独身医師の部屋だった。清潔ではあるが、仕事関連の書類が散乱している。壁には2人の医学部時代の写真もかけられていた。本を整理か。本棚に向かった青木は医学書を中心に丁寧に確認していく。特に目立った形跡はない。諦めかけた時、ふと目に留まったのは床の隙間から覗く紙切れだった。本棚の下に手を伸ばして拾うと、それは破られた原稿用紙の束だった。断片的に残る文字を読み、青木は息を飲んだ。西洋総合病院外科部長木戸雄一による手術過誤と証拠隠滅について破られてはいたが、健太郎の筆跡で綴られた告発状だった。丁寧に破片を並べ、青木は内容を読み解いていく。木戸教授の執刀した3件の心臓手術における医療ミス、患者の死亡後に改ざんされたカルテ、病院長との内密な話し合い、そして最も衝撃的だったのは健太郎自身が手術に立ち会い失敗を目撃していたという記述だった。患者 A の術中死亡は明らかに教授の主義ミスによるものだった。しかしカルテには患者の既往症による合併症と記載された。私は直接その続きは破られていた。青木の脳裏に健太郎の言葉がよみがえる。真実を守るには時に命を懸けなければ。部屋をもう一度見回すと、破られた紙片が捨てられたゴミ箱には跡形もなく燃えた灰と健太郎が常用していた睡眠薬の空き瓶が発見された。この部屋に誰かが侵入した形跡が明らかだった。青木は破られた告発状を慎重にビニール袋に収めた。証拠として使えるかは定かではないが、少なくとも健太郎が伝えようとしていた真実の一端はつかめた。これだけじゃ足りない。青木は病院で起きたことを独自に調査する必要性を感じた。証拠を見つけ、健太郎の死の真相を明らかにする。それは医師としての、そして友人としての責務だった。帰り際、鍵を閉めようとした瞬間、青木は背後に人の気配を感じた。振り返ると、廊下の影に人影が見え、すぐに消えた。誰かが青木の行動を監視していた。第4章、迷いの中で。青木の研究室はいつになく静寂に包まれていた。机の上には健太郎の破られた告発状の破片が丁寧に並べられている。何度読み返してもこれだけでは決定的な証拠にはならない。どうすればいい？窓の外では雨が降り始めていた。青木は立ち上がり、コーヒーを入れながら考えを整理する。佐々木刑事に告発状を見せるべきか。だが、破られた紙片から読み取れる内容は断片的で、しかも証拠と呼べるものは何一つない。
推測に基づく告発は警察が動くには不十分だろう。電話が鳴り、青木の思考は中断された。大学の学部長からだった。青木くん、聞いたよ。君の友人の件で西洋病院から問い合わせがあった。何か調査しているのか？青木は一瞬、言葉に詰まった。友人の死因について個人的に確認していただけです。そうか。だが君もわかっているだろう。医療機関同士の関係は微妙だ。特に木戸教授は医師会の重鎮でもある。根拠のない疑惑を向けることは言外に含まれる警告は明白だった。青木のキャリアにも影響するという意味だ。理解しています。電話を切り、青木は両手で顔を覆った。健太郎への友情と医師としての立場、どちらを優先すべきか。青木先生ですか？突然研究室のドアがノックされた。開けるとそこには見覚えのない女性が立っていた。加藤美咲と申します。西洋病院の看護師です。健太郎先生のことで彼女の声は震えていた。青木は彼女を中に招き入れた。健太郎先生の死は自殺ではないと思います。その言葉に青木は身を乗り出した。加藤は健太郎が最近木戸教授の手術記録を詳しく調べていたこと、そして教授と病院長の間で頻繁に秘密の会議が行われていたことを語った。先生は何か見つけましたか？健太郎先生は私に証拠を集めていると言っていて、青木は一瞬告発状のことを話そうか迷った。だが目の前の女性をどこまで信用すべきかわからない。残念ながら確かなものは何も。加藤の肩が落ちた。彼女の瞳には恐怖の色が浮かんでいた。私も監視されているかもしれません。でも健太郎先生の真意を伝えたくてこの電話番号にご連絡ください。私のプライベートの番号です。メモを置いて立ち去る加藤を見送りながら青木の中で決意が固まっていった。健太郎を死に追いやった真実を明らかにするにはもっと証拠が必要だ。そしてそれは青木自身が見つけ出すしかない。独自調査を始めよう。青木は破られた告発状を机の引き出しにしまい、研究室の電気を消した。雨足が強まる中、彼の新たな戦いの幕が開こうとしていた。第5章、調査の始まり。大学の法医学教室は学期末の試験シーズンで学生たちの熱気に包まれていた。青木は最後の講義を終え、教室を出ようとしたところで一人の学生に呼び止められた。先生、少しよろしいですか？声をかけたのは田村俊也。法医学に強い関心を持ち、実習でも鋭い観察眼を見せる優秀な医学部5年生だった。何かな？田村くん、先日の佐藤先生のことですが、先生が調査されていると聞きました。青木は周囲を見回し、人気のない研究室へと田村を案内した。どこでそんな話を？医学部の実習で西欧病院に行った時、看護師さんたちの噂で佐藤先生は僕たち学生にも親切だったので、気になって青木は田村の眼差しに誠実さを感じ決断した。実は調査を手伝ってほしいと思っていたところだ。君の分析力が必要なんだ。田村の表情が明るくなった。お役に立てるなら。青木は健太郎の破れた告発状を見せ、
これまでの経緯を説明した。田村は真剣な表情で話を聞き、時折鋭い質問を投げかけた。先生、この調査は危険かもしれませんね。ああ、だからこの話は2人だけの秘密だ。表向きは健太郎の追悼文集を作るための資料集めということにしよう。翌日から2人の調査が始まった。青木は大学の立場を利用して西欧病院の手術記録や統計データを入手。一方で田村は実習生として病院内で情報を集めることになった。追悼文集の件、皆さんご協力お願いします。そう言って田村は健太郎の同僚たちにインタビューを始めた。多くのスタッフが健太郎の人柄を語り、彼の死を惜しんだ。木戸教授の評価もおおむね高く、厳しいが優秀な外科医という評判だった。しかし、中には興味深い発言もあった。佐藤先生、最近は木戸教授の手術に積極的に入りたがらなくなっていたんですよ。ある若手医師の証言に田村は注目した。研究室に集められた資料は徐々に増えていった。青木はパソコンを駆使して木戸教授の手術成績を分析し始めた。表向きの統計では教授の手術成功率は全国トップクラス。しかし詳細に見ると不自然な点が浮かび上がる。田村くん、これを見てくれ。青木が画面に示したのは過去3年間の心臓手術の詳細データだった。木戸教授の手術で死亡した患者の多くが術後の合併症とされている。しかもカルテ上は既往症による予測困難な合併症という同じような記述が繰り返されている。田村は眉を潜めた。確かに不自然です。他の外科医の記録と比べてもこの表現の多さは際立っています。青木は立ち上がり窓の外を見つめた。雨の多いこの季節、キャンパスは静けさに包まれている。健太郎はこの不自然さに気づいたんだ。そしてもっと深く調べようとした矢先に田村が言葉を継いだ。殺されたと。ああ、まだ証明はできないがそう確信している。青木のスマートフォンが鳴った。加藤美咲からだった。彼女の声は緊張に満ちていた。青木先生、お願いします。会いたいんです。健太郎先生のことでお話ししなければならないことが。調査は次の段階へと進もうとしていた。第6章、美咲の告白。雨の降る夕方、大学から少し離れた喫茶店。窓際の席で青木は加藤美咲を待っていた。数分後、ドアが開き、傘を畳む彼女の姿が見えた。お待たせしました。美咲は周囲を警戒するように見回してから席に着いた。彼女は普段の白衣姿とは違い、シンプルなワンピース姿だった。ここなら大丈夫でしょう。病院関係者は来ないはずです。青木はコーヒーを勧め、彼女がリラックスするのを待った。美咲は両手でカップを包み込むように持ち、深呼吸をした。私と健太郎先生のことはご存知ですか？青木は首を振った。私たち付き合っていたんです。1年前から予想外の告白に青木は驚きを隠せなかった。健太郎からは聞いていなかった。病院では内緒にしていました。でもそれだけじゃなくて、美咲はカバンから小さなメモ帳を取り出した。これは健太郎先生が私に預けたものです。木戸教授の手術での不審な点をメモしたものです。
青木はメモ帳を開き、健太郎の筆跡で書かれた日付と患者イニシャル、簡潔な状況説明を見た。そこには告発状の断片にあった3件の手術以外にも複数の疑わしいケースが記録されていた。健太郎先生は最初木戸教授を尊敬していました。でもある手術をきっかけに疑問を持ち始めたんです。美咲は西欧病院に入職して4年目だという優秀な看護師として評価され、木戸教授のチームでも中心的な役割を担っていた。彼女の証言によれば、木戸教授は技術的には確かに優れているが、近年手の震えが目立つようになっていたという。去年の冬、重要な手術中に明らかなミスがありました。でも教授はそれを認めず、若手医師の責任にしたんです。健太郎先生はそれに耐えられなくなって、美咲の目には涙が浮かんでいた。調査を始めたのですね。はい、私も協力しました。術中の不審な状況をメモしたり、カルテの変更履歴を確認したり。彼女の声が震えた。先生、怖いんです。健太郎先生は殺されたと思います。そして次は私かもしれない。青木は彼女の手を握った。協力してくれますか？このメモだけでは証拠として不十分です。もっと確かなものが必要です。美咲は迷った表情を見せたが、やがて決意を固めたようにうなずいた。助けてください。健太郎先生の意思を継ぎたいんです。でも、私一人では、一人じゃない。私と田村くんも調査している。3人なら、もっと多くのことができるはずだ。会話の中で、青木は美咲の誠実さと勇気を感じていた。同時に、彼女の目に浮かぶ悲しみに、健太郎への深い愛情を見た。信じてください。必ず真相を明らかにします。別れ際、美咲は小さな声で言った。健太郎先生は、あなたのことをとても信頼していました。誠は死者の声を聞く仕事だから、きっと私の声も聞いてくれる。で、その言葉が、青木の決意をさらに強くした。これは単なる医療ミスの問題ではなく、親友の意志を継ぐ使命だったのだ。第7章、病院の闇。これは明らかにおかしい。青木の研究室には、分析したデータがプリントアウトされ、壁一面に貼られていた。田村が指さしたのは、西洋病院の心臓外科手術の統計グラフだった。木戸教授の成功率は、全国平均より 15% も高い。特に難易度の高い手術ほど、その差が顕著になっています。青木はペンを持ち、グラフの一部に丸をつけた。だが、この辺りから不自然な変化が始まる。難易度の高い手術の死亡例が減る代わりに、術後合併症による死亡が増えている。3人の調査は1週間で飛躍的に進んでいた。美咲が提供した健太郎のメモを手がかりに、田村は実習の機会を利用して病院の内部資料にアクセスし、青木は法医学の専門知識を生かしてデータを分析した。合併症による死亡にしておけば、手術の成功率には影響しないということですね。美咲の言葉に、青木はうなずいた。木戸教授の偽装は巧妙だった。表向きの手術成功率を高く維持しながら、失敗を別のカテゴリーに分類していたのだ。しかも、これらの患者のカルテには、後から追記された形跡がある。美咲が持ってきたのは、
彼女がこっそりコピーした患者記録の一部だった。過失修正の痕跡が明らかな箇所には同じような表現が繰り返し使われていた。既往症による予測困難な合併症。これ健太郎の告発状にあった表現と同じです。田村が指摘したようにこれは単なる偶然ではなかった。でもなぜ院長はこれを見逃すんでしょう。統計を確認すれば異常に気づくはずです。美咲の疑問に青木は沈黙した。その答えは田村が持ち込んだ別の資料にあった。これ見てください。西洋病院の財務報告書の一部です。木戸教授の部署への予算配分が突出して多い。青木は資料に目を通し驚いた。心臓外科への投資が異常に多いな。最新設備の導入や研究費の名目で、さらに興味深いのはこれです。田村はノートパソコンを開き画面を2人に見せた。木戸教授は特許を持っています。心臓手術用の特殊な医療機器の特許です。そして西洋病院はこの機器を高額で購入している。その取引先は院長の親族が経営する医療機器商社。青木は息を飲んだ。これは医療機器の取引を通じた病院資金の流用だった。つまり木戸教授は手術成績を偽装して評価を維持し、院長はその見返りに木戸教授の医療機器を病院に導入している。そしてその利益は院長の親族会社に流れている。美咲は怒りをあらわにした。患者の命を犠牲にして許せない。青木は立ち上がり窓の外を見つめた。雨は止み夕日が研究室に差し込んでいた。健太郎はこの構図を見抜いたんだ。だから殺されたんだろう。でも証拠はまだ断片的です。決定的なものがない。田村の指摘は正しかった。彼らの調査で見えてきたのは不正の全体像だが、それを証明する決定的な証拠はまだ見つかっていなかった。次は患者家族への聞き取りが必要だ。青木は壁に貼られた資料を見つめながら言った。手術ミスの被害者家族から直接話を聞けば、もっと具体的な証言が得られるかもしれない。その時、青木の携帯電話が鳴った。ディスプレイには見知らぬ番号が表示されていた。青木です。気をつけた方がいい。あなたたちは危険な領域に踏み込みすぎた。低く歪んだ声は警告を残して一方的に通話を切った。第8章脅迫。脅迫電話から2日後、青木のもとに法医学研究室の同僚から連絡が入った。青木先生、佐藤先生の検体からの追加分析結果が出ました。彼が検視後に依頼していた詳細な毒物検査の結果だった。青木は急いで研究室に戻り、分析レポートに目を通した。これは健太郎の血液から微量ではあるが、臨床で使用される特殊な麻酔薬の代謝物が検出されていた。一般的な睡眠薬とは異なる医療機関でしか入手できない種類のものだ。やはり自殺ではなかった。青木は田村と美咲を呼び、発見を共有した。この薬物は一般的な検査では検出されにくい。通常の法医解剖でも見逃される可能性がある。犯人は医療の専門知識を持っている。3人は手がかりをつかんだ手応えを感じた。健太郎が殺害されたという仮説が科学的根拠を得たのだ。木戸教授と直接会って話すべきです。田村の提案に
青木もうなずいた。証拠は断片的だが、木戸教授の反応から何か得られるかもしれない。美咲は不安そうだったが、西洋病院の内部情報を提供することで協力すると約束した。翌日、青木は西洋病院を訪れた。以前と違い、今回は自分の身分と目的を隠さなかった。木戸教授とお話がしたいのですが、外科部の受付で告げると、看護師は困惑した様子で電話を取った。数分後、秘書らしき女性が現れた。申し訳ありませんが、教授は大変忙しく、私からとお伝えください。健太郎くんの死因について、特殊な麻酔薬が見つかったと、秘書の表情が変わった。彼女は再び電話をかけ、青木を小さな会議室に案内した。10分後、ドアが開き、木戸教授が入ってきた。何の話だ？青木先生。教授は威厳に満ちた風貌だったが、その目には不安が見え隠れしていた。佐藤健太郎医師の死に関する調査をしています。彼の血液から特殊な麻酔薬が検出されました。自殺したのではないのか？警察はそう結論付けたはずだが。そうです。ですが、彼が死の直前に私に電話をかけ、あなたの手術ミスについて言及していたことをご存知ですか？木戸教授の顔が一瞬こわばった。しかし、すぐに余裕の表情を取り戻した。荒唐無稽な話だ。佐藤君は精神的に不安定だった。私の手術に問題などない。証拠でもあるのか？青木は木戸教授の反応を注視していた。調査中です。もし何か関係があれば忠告しておこう。木戸教授は青木に近づき、低い声で言った。死者の名誉のために動いているのは理解できる。だが、君の行動は病院の評判を傷つけ、多くの患者に迷惑をかける。そして、君自身のキャリアにも影響するだろう。脅しとも取れる言葉に、青木は動じなかった。真実を明らかにするのが私の仕事です。帰りたまえ。次回からは弁護士を通してにしてくれ。病院を後にする青木を複数の視線が追っていた。第9章包囲網。木戸教授との対峙から1週間、青木の周囲の空気が変わり始めた。研究室に入ると、同僚たちの視線が妙に冷たい。挨拶をしても、ぎこちない返答が返ってくるだけだ。学部長からは、噂を聞いたが、大丈夫なのか、と心配される始末。大学内では、青木が根拠のない疑惑で著名な医師を追い詰めているという噂が広まっていた。青木先生、ちょっとよろしいですか？法医学部の事務長が遠慮がちにドアをノックした。西洋病院の件ですが、大学としては距離を置くよう要請がありました。学部長も、先生の調査は個人的なものにとどめてほしいと、青木は黙ってうなずいた。自分の行動が大学にも影響を及ぼし始めていることは明らかだった。先生、問題があります。研究室を訪れた田村の表情は暗かった。実習先の西洋病院から警告を受けました。今後、医療記録へのアクセスは厳しく制限され、不審な行動をとれば実習生としての資格を失うと、青木は息を吐いた。君に迷惑をかけてしまったな。それだけじゃないんです。田村は声を低くした。昨夜、何者かが私のアパートを訪ねてきました。医師になりたいなら、
余計なことに関わるなと明らかな脅迫でした。青木は愕然とした。状況は彼の想像以上に悪化していた。申し訳ない。君はもう調査から手を引いてくれ。これ以上君のキャリアに傷をつけるわけにはいかない。田村は迷った様子だったが最終的にはうなずいた。でもこれだけは彼が残したのは USB メモリとノートだった。私がこれまで集めたデータです。どうか真実を明らかにしてください。その日の夕方、美咲から緊急の電話があった。病院内の監視が厳しくなりました。私の行動も常に誰かが見ています。カルテへのアクセスも制限され、特に木戸教授の患者記録は閲覧すらできなくなりました。彼女の声は震えていた。院長から余計なことに関わると看護師としての評価に影響すると言われました。でもまだ諦めていません。健太郎先生のために。青木は電話を切った後、窓際に立ち暗くなりつつあるキャンパスを見つめた。翌朝、学内掲示板には匿名の投書が貼られていた。法医学教室の青木准教授による西洋病院への不当な調査について、当初は青木の行為を医学界の権威に対する名誉毀損、個人的な恨みによる暴走と非難していた。大学全体に疑惑の目が向けられる中、青木の肩身は狭くなっていった。さらに大学の倫理委員会から呼び出しがあった。健太郎の検体に対する追加検査を承認を得ずに行ったことへの説明を求められたのだ。青木先生、あなたの行為は手続き上の問題があります。場合によっては懲戒の対象となりかねません。帰宅途中、青木は自分が尾行されているような感覚に襲われた。振り返っても誰もいない。だが確かに誰かの視線を感じる。家に戻るとドアが少しだけ開いていた。中を調べると机の引き出しが荒らされ、健太郎の告発状の断片が消えていた。迫り来る包囲網の中で青木は焦りを感じ始めていた。第10章崩壊。何か決定的な証拠がなければ、美咲の声は電話越しに震えていた。前日の深夜、彼女から青木に連絡があった。私、明日の夜勤中に手術記録の原本を確認します。木戸教授のオフィスに保管されている特別ファイルがあるんです。青木は猛反対した。危険すぎる。もう少し別の方法を。でもこのままでは健太郎先生の名誉も患者さんの真実も守れません。私にできることをさせてください。断固とした美咲の決意に青木は言葉を失った。その夜、青木は不安で眠れず研究室で待機していた。午前2時、ついに美咲から連絡が入った。見つけました。木戸教授の手帳です。手術の詳細とカルテ改ざんの指示が。そこで彼女の興奮した声が突然途切れた。背後で扉が開く音、男性の怒声、そして悲鳴が聞こえた。美咲、美咲。青木の叫びに返事はなく、電話は切れてしまった。翌朝、青木が西洋病院に駆けつけると、受付には警備員が2人立っていた。加藤美咲さんに会わせてください。申し訳ありません。加藤さんは現在、病院の内部規定違反で事情聴取中です。お会いできません。青木が何とか中に入ろうとした時、
背後から声がかかった。青木先生、こちらへどうぞ。振り返ると、大学の学部長と佐々木刑事が立っていた。二人の表情は険しかった。会議室に案内された青木に、学部長は重々しく告げた。青木くん、君は即日から停職処分とする。西洋病院への不当な介入、倫理委員会の承認なき検査の実施、そして何より、昨夜の事件だ。昨夜？加藤看護師が教授のオフィスから書類を盗もうとした。君が彼女を扇動したという証言もある。青木は反論しようとしたが、佐々木刑事が割り込んだ。警察としても、佐藤医師の件は自殺で正式に結論を出した。これ以上の介入は、捜査妨害とみなす可能性もある。学部長から手渡されたのは、停職処分の通知書だった。帰宅途中、青木は美咲に何度も電話をかけたが、応答はなかった。自宅に着くと、玄関には封筒が置かれていた。中には研究室の鍵と、健太郎のメモ帳のコピーが入っていた。メモには、すべての証拠は確保された。と走り書きされていた。翌朝、地元紙の社会面に小さな記事が載った。西洋病院の若手医師自殺の件、遺書発見で決着。記事によれば、健太郎のアパートから新たに発見された遺書には、自分の医療ミスを苦に、という内容が書かれていたという。青木には明らかな偽造だと分かったが、もはや誰も耳を貸さない。研究室から追い出され、田村も姿を消し、美咲との連絡も途絶えた今、青木は完全に孤立していた。窓の外に広がる雨の風景を見つめながら、彼は途方に暮れた。健太郎、すまない。私は何もできなかった。第11章、真実への執念。雨は3日目に入っても止む気配がなかった。青木は傘もささず、健太郎の墓前に立っていた。すまない。私には何もできなかった。停職処分から1週間が過ぎていた。美咲は病院を解雇され、連絡が取れない。田村からも音沙汰がない。そして青木自身も、大学からの処分に対する弁明の機会すら与えられていなかった。濡れた墓石に手を当て、青木は目を閉じた。医学部時代の健太郎との約束がよみがえる。俺たちは患者を救うために医者になる。真実から目を背けちゃいけない。雨の中、彼は自問自答を繰り返した。法医学者として、友人として、自分は本当に正しいことをしているのか。誰もが認める結論に逆らい、孤立を深めることに意味はあるのか。青木先生、振り返ると、濡れた傘を差した初老の夫婦が立っていた。健太郎の両親だった。こんな日に来てくださって、健太郎も喜んでいると思います。佐藤夫妻は青木を近くの喫茶店に招いた。二人の表情には深い悲しみがあったが、憎しみや怒りはなかった。警察からは自殺だと説明されました。でも、私たちには信じられないんです。佐藤の父は震える手で紙袋を差し出した。健太郎の部屋から持ち出したものです。警察の調査前に、袋の中には健太郎の個人的な日記と、数冊の医学書があった。息子は何か重大なことに気づいたんです。あなたなら、その真実を明らかにしてくれると思いました。その夜、青木は日記を読み通した。健太郎の葛藤、木戸教授への当初の尊敬と後の失望、
そして何より特定の患者の死に対する深い自責の念が綴られていた。中村浩一氏、心臓弁置換術、術中死亡。教授のミスは明白だったが、記録は改ざんされた。私の沈黙が新たな犠牲者を生んでいる。青木は日記に記された中村という患者の名前に注目した。最後のページには、中村医師に会うべきか、という走り書きがあった。翌朝、青木は電話帳を調べた。市内には、中村という名前の医師が一人だけいた。高齢の開業医で、今は引退しているという。雨が上がった朝、青木は中村医師の自宅を訪ねた。玄関先に立つと、高齢の男性が静かな目で彼を見つめていた。あなたが青木先生ですね。お待ちしていました。私を？加藤さんから連絡がありました。健太郎くんの友人だと。青木の目が見開いた。美咲は無事だったのだ。彼女なら心配いりません。私の娘の家に身を寄せています。さあ、お入りください。長い話になりますよ。中村医師の静かな声に、青木は新たな希望を見出した。真実への道はまだ閉ざされていなかったのだ。第12章、最後の証拠。中村医師の書斎は、長年の医療人生を物語る医学書と資料で埋め尽くされていた。老医師は落ち着いた声で過去を語り始めた。私の息子は3年前に木戸教授の手術台で亡くなりました。青木は息を飲んだ。健太郎の日記に記されていた中村浩一氏とは、この老医師の息子だったのだ。医者の息子として手術のリスクは理解していました。しかし中村医師は古い写真立てを手に取った。そこには白衣姿の若い男性が微笑んでいた。息子は西洋病院の麻酔科医でした。木戸教授の手術に何度も立ち会った経験から、教授の手の震えに気づいていたようです。自分が患者となった時もそれを懸念していました。手術当日、中村医師は息子の手術を遠くから見守っていた。術中の異常な緊張感、看護師たちの慌ただしい動き、そして予定より早く終わった手術。木戸教授は予期せぬ合併症と説明しましたが、私は医師としてそれが嘘だと直感しました。だが証拠はなく、老医師の目に涙が浮かんだ。中村医師は息子の死後、独自に調査を始めた。同様の合併症で亡くなった患者家族に接触し、情報を集めたという。木戸教授の手術ミスはこれだけではありません。しかし病院ぐるみの隠蔽があり、証明が難しかった。そんな時、佐藤先生が私を訪ねてきたのです。健太郎は木戸教授の手術ミスを目撃し、真実を知りたいと中村医師に接触していた。2人は情報を共有し、証拠集めを進めていたのだ。佐藤先生の死後、加藤さんが逃げてきました。彼女は重要なものを持っていましたよ。書斎のドアが開き、美咲が入ってきた。彼女の表情は疲れていたが、目には決意が宿っていた。青木先生、これです。彼女が取り出したのは小さなメモリカードだった。あの夜、私が木戸教授のオフィスで見つけたのは手帳だけじゃありません。教授のパソコンからデータをコピーしました。カルテの改ざん記録、病院長との金銭取引の証拠、そして美咲は震える声で続けた。
健太郎先生の死の夜、教授が研修医室にいたことを示す監視カメラの映像です。青木は唖然としたデータを確認すると、そこには健太郎の死の真相を示す決定的な証拠が揃っていた。木戸教授による長年の医療ミス隠蔽、組織的なカルテ改ざん、そして健太郎を黙らせるための計画的な殺害。なぜこの重要な証拠を警察に届けなかったのですか。院長の弟は警察上層部にいます。佐々木刑事も彼らの影響下にあると思われます。中村医師の言葉に青木は胸が痛んだ。それでは佐々木刑事が健太郎の死を自殺と断定した理由も納得できる。でももう沈黙はやめましょう。美咲の強い言葉に青木と中村医師はうなずいた。その時青木の携帯が鳴った。表示された名前に彼は思わず声を上げた。田村先生、僕も見つけました。病院の裏金に関する資料です。それとメディアに協力してくれる人がいます。青木の心に新たな決意が芽生えた。これが最後のチャンスだ。第13章告発。作戦は全員に伝わりましたね。中村医師の書斎に集まった青木、美咲、田村、そして地元紙の記者高山は神妙な面持ちでうなずいた。告発の準備は整った。手元には木戸教授と病院長の不正を示す鉄壁の証拠が揃っていた。すべての資料を5つのパッケージに分けました。田村の説明に従い、彼らは証拠を分配した。健太郎の日記と告発状、美咲が入手したデジタルデータ、中村医師の集めた被害者家族の証言、田村が発見した病院の裏金資料、そして青木の法医学的分析結果、これらを組み合わせれば西洋病院の組織的不正は明白だった。同時に動きます。青木先生は医師会へ、田村君は警察本部へ、私はメディア各社へ、美咲さんと中村先生は患者団体へ。高山記者の指示は明確だった。地元の権力に守られた木戸教授を追及するにはあらゆる方面から一斉に行動する必要があった。明日の朝9時、それまでは絶対に連絡を取り合わないように。一同は緊張した面持ちで別れた。翌朝、青木は医師会の倫理委員会に全証拠を提出した。彼の冷静かつ論理的な説明に委員たちは言葉を失った。同じ時刻、田村は警察本部の監察課に、美咲と中村医師は患者権利団体に、高山記者は全国メディアに情報を提供していた。正午、西洋病院の前には報道陣が集結していた。木戸教授と病院長は緊急会見を開いたが、次々と突きつけられる具体的な証拠に反論できなかった。これは誤解だ。すべては患者のためだった。病院長が弁明する中、警察が病院に入り、記録の保全を始めた。地元警察だけでなく、県警本部から派遣された特別チームだった。夕方のニュースは西洋病院の疑惑一色となった。有名心臓外科医による手術ミス隠蔽、内部告発した医師の不審死、他殺の可能性、医療機器をめぐる病院の不正資金流用。青木のもとに大学の学部長から連絡があった。君の停職処分は撤回する。明日から通常勤務に戻ってくれ。同時に佐々木刑事からも連絡が入った。彼は声を潜めて謝罪した。
上からの圧力があったんです。でももう耐えられない。健太郎先生の件、正式に再捜査します。3日後、木戸教授と病院長は逮捕された。容疑は業務上過失致死罪、証拠隠滅、背任、そして健太郎への殺人未遂だった。捜査の結果、健太郎は睡眠薬を自ら服用したのではなく、注射で投与されていたことが判明した。医師会からは西洋病院への緊急監査が入り、被害者家族への謝罪と補償が始まった。青木の研究室に美咲と田村が訪れたのは、一連の騒動が落ち着き始めた頃だった。私たちやりましたね。美咲の目にはもう恐怖の色はなかった。健太郎先生の名誉は守られました。田村も晴れやかな表情だった。青木は窓から見える青空を見上げた。健太郎は最後まで医師としての誓いを守ったんだ。3人は静かに黙祷を捧げた。健太郎の声なき告発はついに多くの人々に届いたのだ。終章、新たな誓い。西洋病院事件から半年が過ぎた春の日、大学の講堂は満席だった。青木の医療倫理講義は医学部で最も人気のある授業となっていた。医療における真実の重要性について、今日は特別なゲストをお招きしています。青木の横には中村医師と美咲が座っていた。2人は事件の当事者として自らの体験を語るために来ていた。私の息子は真実を伝えられなかったために命を落としました。そしてそれを正そうとした若き医師も犠牲になりました。中村医師の静かな語りに学生たちは息を飲んで聞き入った。続いて美咲が立ち上がった。健太郎先生は患者のために声を上げる勇気を持っていました。彼の勇気が最終的に多くの命を救ったのです。講義後、青木は研究室の窓から桜咲く校内を眺めていた。機上には完成したばかりの論文、医療現場における内部告発の重要性と保護制度の提言が置かれていた。木戸教授と病院長の有罪判決後、青木は医療倫理学会と協力し、内部告発者保護の新制度を提案していた。田村は今、最終学年の実習に忙しく、将来は法医学を専攻すると決めていた。青木の姿を見て、医療の真実を守る重要性を理解したのだ。ノックの音がして、美咲が入ってきた。彼女はもう西洋病院では働いていない。中村医師の紹介で患者権利擁護団体に就職していた。準備はいいですか？ああ、行こう。2人は車で郊外へと向かった。目的地は新たに設立された医療安全記念公園だった。そこには医療ミスの犠牲となった患者たちと健太郎の名前が刻まれていた。公園の中央、桜の木の下に集まった人々の姿があった。中村医師、田村、被害者家族たち、そして記者の高山。今日は皆さんにお知らせがあります。青木は穏やかな声で語り始めた。健太郎の名前を冠した医療安全基金が設立されました。この基金は医療機関での不正を告発する医療従事者の法的支援と被害者家族への補償を目的としています。中村医師が第一の寄付者として名乗り出ていた。彼の息子の保証金全額がこの基金に寄付されたのだ。式典が終わり、
人々が解散する中、青木と美咲は桜の木の下に残った。健太郎先生、見ていますかね。美咲の目には涙が光っていた。青木は静かにうなずいた。きっと見ているよ。私たちがここから何を始めるかも。春風が桜の花びらを舞い上げる中、二人は健太郎への誓いを新たにした。青木は空を見上げた。もう雨は降っていない。研究室で資料に埋もれていた日々、健太郎の死の真相を追い詰めた日々、すべては過去のものとなった。しかし、死者の声を聞き、真実を明らかにするという彼の使命は、これからも続いていくだろう。さあ、新しい一歩を踏み出そう。桜の花びらが、健太郎の意志を継ぐ者たちの新たな誓いを祝福するように舞い散った。